皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今年は1月の終わりからポツポツと花が咲き始めていた河津桜もすっかり葉桜になり、青々と葉が茂っていました。その下では今ムスカリや菜の花が咲いています。困ったことに雑草も勢いがいいんですよね。そして少し前に植え付けた虹の玉はどうなっているか見に行ってみたいと思います。その前についでに柚子の苗木の根元に勝手に生えてきたこのブロウメアナも地植えしておこうと思います。畑の入り口にも菜の花やスノーボール、そしてムスカリが可愛らしい花を咲かせてお出迎えしてくれています。前回カラーの株元にまいた虹の玉の葉はまだ変化がないようです。多肉よりも勢いがいいこの雑草には手を焼きますね。草刈りをしなくてもいいぐらいこのスノープリンセスや今から植え付けるブロウメアナで地面を覆い尽くせるぐらいになると嬉しいんですけどね。この虹の玉、葉に何かついていると思ったら枯れ葉でした。とりあえず虹の玉には変化がないようですが、樹れたりしていないので一安心ですね。実は3月の初めにレモンを植え替えした時にもレモンの鉢にもブロウメアナが茂っていたんです。そのブロウメアナは抜いてそのままほったらかしだったので、今回持ってきて一緒に植え付けることにしました。前回の虹の玉を植え付けした時にもそうだったんですが、今回もまた三脚を忘れて片手で植え付けしているため、ちょっと作業が雑ですがご了承ください。こんなに雑に扱っていますが、勝手に生えてくるほど元気なブロウメアナなので、少しでも土に植わっていればまたもりもりと茂ってくること間違いなしの多肉です。そして1日経って様子を見に行ってみると、これなら大丈夫そうですね。っていうか本当に雑な植え方で自分でもびっくりしてしまっています。前日に少し草刈りをしてすっきりはしていますが、また今晩から雨が降る予報なので、ブロウメアナが一日も早く根付いて雑草より元気に育ってくれることを願っています。枯れ葉の下にはおぼろ月と虹の玉の葉ざしっこちゃんが隠れていました。そして今年植えた花たちもしっかり根付いてたくさんの花を咲かせてくれています。これは何ていう花なのかはわかりませんが、可愛らしい花ですよね。畑では菜の花もたくさん咲いていました。私は白菜の菜の花を摘んでおひたしにして食べています。芝桜にもいろんな色がありますが、これは濃いピンクの芝桜です。
庭に戻る途中に橋の横に植えたセダムたちも見ていきます。アジサイも新芽が出てきていますね。そしてその横に植わっているのはアバカンサス。小さな芽がたくさん出ているのはコスモスです。ここにもいた。まだ小さいですが成長するのが楽しみですね。プランターに植わっているスノープリンセスもこんもりとして可愛らしいです。この芝桜はまた違った色をしていますね。一番初めに植え付けたスノープリンセスたちも元気にもりもり育っていました。地植えした虹の玉の親株です。カットした箇所が色が変わっているのですぐわかりますね。暖かくなり、この虹の玉も密度が増してきているので梅雨時期の蒸れが心配です。とりあえず梅雨前にもう一度間引いておいた方が良さそうですね。指根のプリプリ具合も気になりますが、間引いたといえばこの七福神のブロウメアナとスノープリンセスがまた勢いを増してきていました。これだと本当に七福神が群れていなくなってしまいそうなので、やはりもう一度今度はしっかりめにこのスノープリンセスとブロウメアナは間引いた方が良さそうですね。もう一つ気になるのが、春になり少しずつ日差しも強くなってきて紫外線の量も増えているせいか、少し多肉が色飛びしているような気がします。このキウイも鮮やかな黄色だったのに少しくすんで色がしらけた感じになってきてしまっています。去年手直しできなかったこの寄せ植えですが、ここにもピーチプリデが大きく育っていますね。去年手直しはできませんでしたが、4月の時点ではまだこんなに元気だった寄せ植えです。そしてやはりここでも寄せ植えに使ったスノープリンセスが勢いを増して他の多肉の上にかぶさってきていました。これが夏に蒸れる原因となって、この中心の多肉はほぼ全滅といった感じだったんです。その中でも元気よく生き残っていたのがピーチプリデ、そしておぼろ月です。おぼろ月って地味に見えますが、こうしてまとめて寄せ植えに使うととても豪華に見えるんです。皆さんもおぼろ月の寄せ植え作ってみてくださいね。隣の鉢のサクサグラレモスグリーンも鉢いっぱいに広がってきていました。端っこに遠慮がちにパープルヘイズが顔を出していました。そういえば最初にカットした虹の玉も今のところは順調です。胴切りしたパウダーブルーも小株がだいぶ大きくなりましたね。その隣のウィンド・オブ・チェンジ、花芽がついていますが、これは株分けしておきたい多肉です。ベニチゴの花も可愛いですね。我が家のヌダさん、
夏にほぼほぼ溶けてなくなってしまっていましたが、このヌダだけが元気に育っていました。そして葉ざしをばらまいていたのはスプリングワンダーです。小さな芽がたくさん出てきています。今年こそはたくさん増えてくれるといいんですが。はい、ということで今日の動画は、畑にブロウメ穴を地植えしに行き、虹の玉の様子や今咲いている花をご紹介していきました。皆さんは多肉の他にどんな花を育てていますか？そして庭に戻って多肉の様子を見ていきました。いかがだったでしょうか？この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。